1本の電話で1週間が消えた。試験成績書を提出した。測定は終わっていた。書類も完成していた。仕事は終わったと思っていた。その日、クライアントから電話が来た。両波長が必要です。それとスケールが指定と違います。1310ナノメートルが抜けていた。すべての波形の DB ディビジョンは自分が見やすい設定、相手が読める設定ではなかった。3極者、3000測定、再測定、3日、波形整理、3日、書類作成、1日、1週間、消えた。測定が間違っていたわけではない。クライアントが必要としている見え方を知らなかっただけだ。パート2では OTDR を押す前に確認する3つのことを話す。二度と同じ1週間を繰り返さないために。ほとんどの技術者は OTDR を開いてすぐ測定を始める。それがミスの入り口だ。機材に触れる前に使用書で3つ確認しなければならない。現場に着いてからではない。出発前に。1つ目、波長。クライアントは1310ナノメートルだけでいいのか、1550ナノメートルだけ、それとも両方当たり前に聞こえる、でも見落とされる。私自身も含めて使用書に両方と書いてあるのに片方だけ測れば必ずやり直しになる。例外はない。2つ目、合否基準。クライアントによって許容値は違う。コネクタ1本あたりマイナス 0.5 デシベルまで許容するところもあれば、マイナス 0.3 デシベルしか認めないところもある。自分が測定する数字は自分の慣れた基準ではなく、相手の使用書の数字に合わせる必要がある。測定を始める前に書き留める。測定中も目の前に置いておく。3つ目、提出フォーマット。SOR ファイルだけでいいのか、 PDF レポートも必要か、 Excel のサマリーもか。これは測定を始める前の OTDR 設定に直結する。フォーマットを事前に確認していないと、ファイル設定を変えるためだけに再測定が必要になることがある。3つだけ。波長、合否基準、提出フォーマット。スタートボタンを押す前に確認する。測定は正しかった。数字も合っていた。でもクライアントが読めなかった。それが DB ディビジョンの問題。ほとんどの技術者は手遅れになるまで気にしない。OTDR をセットアップするとき、縦軸の表示を選ぶ。 DB ディビジョン。波形上の1マスが何デシベルを表すか。5デシベルごとディビジョンは広い視野を与える。長いケーブル向け、大きなイベントを素早く見つけるのに向いている。0.5 デシベルごとディビジョンは細部を見せる。小さな反射、コネクタ損失、一目で見えて測定できる。問題はここだ。5デシベルごとディビジョンで測定して、クライアントが個別のコネクタ損失を読みたい場合、読めない。スケールが圧縮されすぎている。データの中に数字はある。でも画面上の波形は相手が見たいものを見せていない。私はこのミスをした。全波形で3000本。クライアントに確認するか、使用書を見る。波形で何を確認したいのか、リンク全体の損失だけでいいのか、それとも各コネクタのイベントを個別に確認したいのか。イベントレベルの詳細が必要なら 0.5 か1デシベルごとディビジョン。全体の外観が必要なら 2.5 か5デシベルごとディビジョン。波長も同じ考え方だ。1310ナノメートルはコネクタ損失をはっきり見せる。1550ナノメートルは1310では見えないベンドやマイクロベンドを見せる。使用書に両方と書いてあれば両方測定する。始める前に両方セットアップする。片方で十分だと思わない。波形はあなたのためのデータではない。相手のための書類だ。相手が一切質問しなくても読めるようにセットアップする。もう一点、これは日本の現場特有の話だ。クライアントが 2.5 デシベルごとディビジョンを指定してきた場合、契約前に手持ちの機材を確認する。日本で使われている OTDR の中には 2.5 デシベルごとディビジョンの設定が存在しない機種がある。少なくとも一つの主要メーカーで確認している。機材の使用書を開く。契約前にクライアントが求める設定が自分の OTDR にない場合、別の機材が必要になる。契約後にそれを知ってもすぐには解決できない。正しく測定した。波形の設定も合っていた。
それでも書類が却下された。これは起きる。そして形式が理由で起きる。1つ目、ファイル形式。 OTDR データの標準ファイルは SOR、 スタンダード OTDR レコードだ。しかし SOR はバイナリファイルだ。クライアントのエンジニアは開けるが、その上司や書類管理システムは開けないことが多い。だから日本の現場では SOR と PDF の両方を求められることが多い。 SOR は生データ、 PDF は人間が読めるレポート。同じものではない。両方必要だ。さらに Excel のサマリーを求めるクライアントもいる。1新鮮1行、合否、損失値。2つ目、ファイル名。クライアントごとに命名規則がある。新鮮番号が先のところもある。ケーブル ID が先のところもある。日付が必要なところも、ロケーションコードが必要なところもある。自分の命名規則で3000ファイルを提出して、クライアントのシステムが別の形式を期待していたら、全ファイルをリネームする必要がある。これは測定の問題ではない。事前に防げる問題だ。始める前に確認する。命名形式を書面でもらう。3つ目、レポートの中身。誰がサインするか、どの会社の印鑑が必要か、表紙にクライアントのロゴが必要か、自社のロゴか、細かいことに見える。3000ファイルを印鑑がないという理由で再提出させられたら細かくはない。3つだけ。ファイル形式、ファイル名、レポートの中身。測定を始める前に全部確認する。では却下されたらどうするか。まず言い返さない。まだクライアントが成績書を却下したとき、最初にすることは何を却下されているのかを正確に理解することだ。測定自体が問題なのか、それとも形式、スケール、波長、ファイル名の問題なのか。測定が間違っているなら再測定する。でも形式だけが問題なら、場合によっては現場に戻らずに既存データを再処理できる。解決を始める前にどちらの問題かを把握する。現場に戻る前に3つを書面で確認する。波長、 DB ディビジョン、ファイル形式と命名規則。クライアントの使用書をもらう。機材に触れる前に読む。私の場合、再処理はできなかった。全波形の DB ディビジョンが間違っていた。3局者、3000新鮮。現場に3日戻った。言い返さなかった。戻った。直した。でも同じミスは二度としていない。OTDR のスタートボタンを押す前に3つ確認する。1つ、波長、両方か片方か。2つ、DB ディビジョン、クライアントは何を見る必要があるか。3つ、提出形式、 SOR、 PDF、両方。ファイル名は、これらは技術的な質問ではない。コミュニケーションの質問だ。測定は簡単な部分だ。クライアントが受け取る必要があるものを理解すること、それがスキルだ。パート3では双方向測定を取り上げる。測定する端によって損失値が変わるファイバーの対処法を話す。そこで青を